私は昼間に見るくらいがちょうどいいです。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。ということで今年もやってまいりました怪談 ASMR をやっていきたいと思います。いつものもふもふしたものをつけていないので息がかかってしまうかもしれませんがお許しください。この動画を作るにあたって以前コミュニティやインスタグラムで怪談を募集させていただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。一つ一つ丁寧に読ませていただいて選びました。優しく優しく読んでいくことを意識するので、怖いのが苦手な方でも少しドキドキしながらゆっくり楽しめる怪談 ASMR になっています。ぜひごゆっくりお楽しみください。それでは本日も一日お疲れ様でした。ごゆっくりお楽しみください。それでは早速一つ目から読んでいきたいと思います。こちらのノートに皆さんからの怪談があります。ペンネームタイタニウムさん。霊感もないし人生で心霊体験など全くない私が唯一経験した話になります。これは私が中学2年生の頃に体験した話になります。当時の私にはクラスは違えど同じ部活でめちゃくちゃ仲のいい2人の友達がいて、いつもよく3人組で遊んだりしていました。梅雨明けぐらいのある日、大きな大会もなくたまたま短時間で部活を切り上げることができ、塾などの通いこともなかったので時間を持て余していた私たちは何をして時間を潰すか3人で考えていたところ、友人 A がたまたま兄から地元の有名な心霊スポットに行った話を聞いたらしく、行ってみようと言い始め、行ったことのなかった私と友人 B は興味本位でノリノリになり行くことになりました。その心霊スポットは戦前に隔離病棟として使われていたらしく、建物は
写真を撮ると呪われる女の霊が映る、女性の声が聞こえるなど、たくさんの噂がありました。現地に着いた頃には夕方6時頃で、まだまだ明るかったのですが、建物周囲が竹やぶに囲まれているのもあり、確かに建物は薄暗い状態で少し怖かったのですが、噂通り私たちは建物前で携帯で写真を撮ったり動画を撮ったりしました。結果としてそれらには何も映らず、何も聞こえず、3人とも拍子抜けしたので、その日はそのまま解散し、それぞれ帰宅しました。その日の夜、日付が変わる頃、部屋で過ごしていると、私の携帯の着信音が鳴りました。発信元を見ると、非通知で時間帯も夜遅くだったこともあり、友達がまたいたずらで公衆電話からかけてきているんだろうと思い、無視していると着信が鳴りやみ、その後何もなかったため気にせずそのまま就寝しました。次の日の放課後、いつもの通り部活の準備をしているとき、友人 B が少し怒り口調で、昨日の晩電話してきたやろ、しょうもないことすんなやと言ってきたので、昨晩のことを思い出した私は、待って、俺も昨日かかってきたんやけどと言うと、友人 A も俺もあったでというので、3人とも着信履歴を確認したところ、3人とも全くの同時刻に同じ非通知から着信を受けていました。急に不気味に感じた私が、マジで出なくてよかったわ、怖すぎと言うと、友人 A もたまたま入浴中で出れなかったらしいのですが、友人 B は少し不安そうに、俺出たでと言いました。そして通話出たら、男の人の声で、おい、今日何時頃〇〇に言ったやろ、うるさいから二度と来るなと言われたと言いました。友人 B 曰く、時間と場所が正確なので、私が A がいたずらで怖がらせようと公衆電話から電話してきているんだろうと思い、電話が来てからすぐ私と A に、今電話してきたやろとメールを送ったとのことで、私と A は受信メールを確認したのですが、そんなメールは届いていなくて、さらに私と A から違うよと返信があったというのですが、当然私と A の携帯に履歴はなく、返信
進路を進み、頻繁に会うことはなくなりましたが、当時から10年以上経った今でも、たまに地元に帰った時には3人で集まったりするほど仲はいいのですが、なぜか当時の出来事については3人とも話題を避けるようにあの日から話をしていません。結局何だったのか、なぜ3人の携帯番号が分かったのか、何もかもが未解決で、未だに地元に帰った時もあの廃病院に近づくのも避けています。さらに怖いのは、唯一電話に出た友人 B は偶然なのか何かの力なのか、その出来事から2日後に家が火事で全焼し、しばらく部活に来れなくなったことです。はい、タイタニウムさん、ご応募ありがとうございました。心霊スポットに行った後に3人に起こった不可解な現象とかで、それが結局今も何だったのか原因が分かっていないっていうところがすごくリアルだなと思いました。私はこういう怖い話とか怪談が好きですけれども、心霊スポットに行ったら絶対に何か連れて帰ってきてしまうと思うので、怖くていけないです。では次、ペンネームゆうすけパパ。私が10年ほど前に札幌すすきのの焼肉店にて経験した話です。お店はビルの2階にあるお店でした。食べ放題のお店で調理を担当しており、夕方から翌朝まで勤務をしておりました。その日は夕方から23時くらいまで賑わっていましたが、終電を過ぎるとすすきのという土地から深夜の客層は夜のお仕事や終電を逃した若者が主な客層でした。深夜1時を過ぎたあたりにお客さんは 2,3 組になり、そのお客さんたちは皆半個室に入って飲食をしておりました。深夜の時間は私とアルバイトの Y 君、K 君がおり、お肉などの提供をある程度終えていたので、私はアルバイト Y 君に疲れたから半個室で横になってるからオーダーが来たら読んでと伝えて横になって休んでいました。10分くらい経った頃に腕をズンズンとされて、あれオーダーかなと思い顔を上げても Y 君はおらず、いたずらしやがってと思い Y って声をかけたら、半個室から離れた洗い場で洗い物をしていて、何ですかってきょとんとした顔をしていて、念のためツンツンしてないよねと聞くと、休んでるのにするわけないじゃないですかと言われ、ワイとはいつもふざけたり冗談を言い合うような中でいろいろ楽しみながら仕事する方でしたが、物理的にツンツンされて私が声をかけるまでに洗い場まで戻るのは無理で、なおかつ足音も聞こえなかったので、気のせいかと思いまた横になりました。すると
2、3組の中の1組の若者が盛り上がっており、女性の笑い声が聞こえてきました。楽しそうだなぁって思いながら休んでいると、あれ、あの半個室は男性4人だよな。なんで女性と思い、まさか人数の変更をせず食べ放題をしているのかと思い、Y 君に女性いない、あの半個室見てきてと伝え、見に行ってもらいました。 Y 君は戻ってきて、いないっすよ女の人、男4人っすと言われました。おかしいなと思い、聞こえたんだけどなって Y 君に話をしている最中に、その半個室からまた女性の笑い声が。 Y ちゃんと見たのかとからかいながら言うと、何か笑い声おかしくない、男性たちが盛り上がり、お酒が入り声も大きくなっていたせいか、ある程度店内に聞こえる大きさで話していたのですが、男性たちが盛り上がり笑うタイミングがずれているんです。男性たちが大爆笑し、また爆笑へ向け振りの話をしている最中に高笑いが聞こえたりするのです。不思議に思い、もう一人の K 君を呼び、事情を話している最中にも女性の笑い声が聞こえ、真面目な K 君がお皿を下げるふりをして半個室に入っていきました。そして空いたお皿やグラスを持って出てきた K 君は、やはり男性しかいないと不思議そうな顔をしていました。私たち3人は店内の流している有線の音楽が何かの聞き間違いかななんて言いながら、また隠し仕事に戻りました。そしてお客さんはその男性4人組1組になり、ラストオーダーの時間も近づいてきたので、私が気になっていたのもあり、自分でその半個室にラストオーダーを取りに行きました。その半個室は大人4人座れば他に隠れるスペースなどない半個室だったので、やはり女性の笑い声は気のせいかと思い、半個室を分かれました。そしてその4人組が帰り、後片付けをし、朝6時過ぎに売上の計算をしながら Y 君 K 君と3人で、さっきの不思議だったねって話をしていたら、店の BGM が急に爆音になり、なんだ故障。事務作業をしていた私は、ごめん Y 君、閉店したからもう BGM 切ってとお願いし、急いで機械がある事務室に走りました。1分経っても音は止まらず、 Y 君止めてと大声で言うと、止まらないと大声で返してきました。と思い、自然と私と K 君は事務室に走り始めました。すると事務室の少し手前で店内のスピーカーから店全体に響き渡る大きさであの女性の笑い声が聞こえ、私と K 君が事務室に入ると、パチンと鈍い電子音とともに通常の音量の BGM に戻り、
室にいて青ざめている Y 君に声をかけ、電源を落としました。今日は変な日だったねと話し、朝とはいえみんな一人になりたくないからか、朝飯を食べて帰ろうとなり、私は発注のファックスを流すから待っててと二人を待たせ、私はバインダーを持ち、発注用紙に発注漏れがないか見ながら入り口付近にあるレジに向かいました。発注用紙を見ているため、目線が床の方に向けながら歩いていて、店内のエレベーター付近に来た時に目線を上げて歩いていた私の目に、足首から下の赤いハイヒールの足が見え、閉店に気がつかず入ってきちゃったと思い、すみません、今日はもう終わりなんですよと言いながら顔を上げると、そこには誰もいませんでした。考えてみたら、エレベーターを降りたらセンサーが作動して入店音が鳴る仕組みでした。そこに人が立っていたら入店音で気づくはずなんです。私は Y 君 K 君に今の出来事を言って急いで店を出ました。今はお店を辞めましたが、今もその店は営業しています。あの赤いハイヒールと笑い声は今でも鮮明に覚えています。ゆうすけパパさん、ありがとうございました。なんでしょうね、黒髪の女性、赤いハイヒールっていうのはすごくなんか恐怖が増しますよね。次、ペンネームこぐま猫さん。ある高校生グループ5人が車で病院の廃墟に肝試しをしにやってきた。そのうち4人は乗り気だったが、1人はそうではなかった。じゃんけんをして負けた1人が屋上まで上がることになった。結果、乗り気ではなかった子が負けてしまい、屋上まで行くこととなった。残りの4人は下から見とくわと言い、屋上から出てくる彼を待っていた。しばらくすると彼が出てきた。彼が手を振り、おーいと叫ぶ。すると下にいた4人は突然逃げ出した。彼も焦って4人の元へ戻る。来ていた車に戻り、屋上の彼が何してんねんと4人組を問い詰める。4人の中の1人が声を震わせながらこう言った。お前気づかんかったんか。おーいって叫んでる後ろで50人ぐらいの人が一緒に叫んでたぞ。あの病院は過去に放火があり、逃げ遅れた人たちの亡霊が助けを求めていたのかもしれません。怖すぎ。先ほどの心霊スポットでもそうですけど、廃墟になっている病院とか学校とか、学校にたくさんの人がいて、たくさんの人の思い、悲しみ、苦しみ、いろんなのがたくさん詰まっている
いうところには近づきすぎない方がいいんだろうなと思いました。はい。なんでしょうね。でも皆さん言ってしまうのは、そういういろんな気が溜まっているところって魅力的にさせる何かがあるんですかね。ちょっとここで除霊タイムに行きたいと思います。さあ、ここに溜まっている悪い気や怖い気持ちなどを退散退散。はい。では次に行きたいと思います。次は意味がわかると怖い話です。ペンネーム遭難者さん。ある山岳部の学生が登山をしに行きました。午前中は天候が良かったものの、午後から急に悪化して、やがて吹雪が吹き始めました。途中、一人の学生が落石にあって亡くなってしまい、他の学生がその遺体を背負って移動しました。彼らは山小屋を見つけ、吹雪が収まるまでその場所で待機しようとします。しかしその山小屋は無人で電気も通っていません。部屋は寒く、さらに真っ暗です。4人は震えて夜を過ごすことになります。眠らない方法を考えた彼らのうちの一人がある方法を考えます。その方法とは、4人がそれぞれ部屋の4つの角に立って壁に手をつきながら移動をし、他の人の肩をリレー形式で叩いていくというもの。最初の一人が2人目のところへ行って肩を叩き、肩を叩かれた2人目は3人目のとこへ行って肩を叩きと繰り返していきます。そうすれば移動をし続けることになり、眠らずに済みます。この方法で彼らは夜をやり過ごし、無事に下山することができました。この話を友人にすると、その友人はブルブル震えていました。さて皆さんは、この話を聞いた友人がなぜブルブル震えていたのかわかりますか？答えは、寝ないために4つの角に立って順番に肩を叩いて移動していくという方法でしたが、よく考えてみると、これは4人が壁伝いで移動して相手の肩にタッチするというのは
活しません。つまり亡くなった友人が参加していたということです。なんか山の遭難の事故ってたくさんあるし、その中でも不可解な事件とか怖い話っていうのはよく聞きますよね。やっぱり山とか海とか、あまりにも自然の規模が大きすぎるところって、なんかそういう力が、なんか不思議な力とか働いてそうですよね。ちょっとよくわからんけど、でもすごく意味がわかると怖い話で面白かったです。続きまして、ペンネームこんにちはさん。小学生の頃にトイレに行こうとして走ってお風呂場の前を通り過ぎると、一瞬白服の長髪の女性がいました。その時から高校になった今まで、トイレに行くときお風呂場を見ないで走ってトイレに行っています。はい、こんにちはさん、ありがとうございます。やっぱりお風呂場とかトイレとか、そういう水回りってなんだか怖いですよね。特に夜中は。で、私がこの文章で怖いなと思ったのは、高校生になった今でもお風呂場を見ないように走ってトイレに行っているっていうところです。だいたい怖い話って過去の体験談、噂話が多いですが、こんにちはさんに関しては現在進行形でそのちょっと怖い現象が続いているのか、なんだか大変そうだなと思いました。と、気のせいだと思うので大丈夫だとは思いますが、そんな今でも家の中でちょっと怖いところがあるこんにちはさんに向けて除霊します。お風呂場の霊よ、第3はい、もうこれで大丈夫です。次、ペンネームゴリラさん。朝寝室で寝ていたら体が空中に浮いている気がして、体の身動きが取れず、気づいたら気絶というか意識を失っていて、気づいたら夜でした。そしてお風呂に入っていると、窓から女性の霊がこっちを見ていて、急いでお風呂を出ました。めっちゃ怖かったです。はい、ゴリラさんありがとうございます。これ怖いですね。これシンプルだけど怖いですね。何だったんでしょうね。で、私が怖いなと思った点は、その体が宙に浮いている感覚がして意識を失ったっていう金縛りの上位互換みたいな現象も怖いんですけれども、その窓から見ていた女性は霊だった
話です。心霊スポット好きな6人グループでいつものように遊びに出かけました。私がワンボックスの車を運転して、いつも通りおしゃべりしながら犬鳴峠に向かいました。新犬鳴トンネルが出てきて、旧犬鳴トンネルはすでに封鎖されていて入ることはできませんが、入り口付近まで行くことができます。近くに車を止めて入り口付近まで歩くと、友人は物音や女性の声みたいなものは常に聞こえていたみたいです。残念ながら私は全く霊感などなく、不気味な雰囲気が気持ち悪いなと思うくらいでした。ただ真っ黒く額に白い模様がついている猫をトンネル付近で見つけて、こちらを見て泣いていました。黒猫をこんなところで見つけるとか気持ち悪いなと思いながら、6人で車の方に向かいました。車に到着すると、自分の車の下から全く同じ猫が出てきて、こちらを見て泣き始めました。トンネルのところにいたはずなのに、ついてきてなかったのにと思い、少しゾワゾワ寒気がしてきました。友達もいるし、強がって猫を追い払い帰りました。数日後、犬鳴村から家まで80キロほど離れているのに、全く同じような猫を家の近くで見つけました。気持ち悪いと思い、猫に疲れたのか、やはり遊び半分で犬鳴村に行かなければよかったと後悔し始めてきました。怖くなって自分が行っていた幼稚園はお寺でお祓いもできると知っていたので、お祓いに行きました。お祓いも終わり、すっきりした気持ちになり、安心して日常に戻りました。猫も見かけなくなり、もう忘れかけた1ヶ月後くらいに、隣の家のおばあちゃんが家を訪ねてこられ、今までいろいろお世話になったね。もう気持ちも踏ん切りがついたよ、と挨拶に来られました。年齢は90歳ぐらい前で、私は小さい頃から可愛がられていたので、どうしたまだまだ元気やんと軽く返しました。その時は何しに来たんだろうと思っていたら、次の日の朝、家の前の川に警察や消防士が来ており、何事だろうと思って見に行ったら、そのおばあちゃんが石を体に巻きつけ、川の底で亡くなっておられました。自殺されていたのです。その現場で私は唖然としていたら、黒い猫が近くにいて、こちらをじーっと見ており、驚いた瞬間、猫は走ってどこか行きました。トンネルからずっと近くにいた猫が何か関係あるかわかりませんが、その後も母方の祖母や祖父など同じ年に何人も亡くなってしまいました。それから心霊スポットに行くのは怖くなってやめました。もう15
5年くらい前の話ですが、黒い猫が付きまとってきたこと、その年だけで親戚や近所の方が5人は亡くなり、葬式に何度も行った記憶があります。上に書いた近所のおばあちゃんが挨拶に来た姿は今でも忘れられません。はい、堀さんありがとうございました。これは因果関係なんのかな、わかんないですね。心霊スポットへ行ったことで周りの方々が亡くなってしまったっていうのがつながっているのかどうかわかんないですけど、でもよくありそうな考察でいくと、その黒い猫が、死後の世界と今のこの世界を行き来するような死神的な存在で、何か暗示していたのかななんて考えちゃいますね。犬鳴村、犬鳴トンネルってものすごく有名だから、やっぱり何かあるんですかね。それとも最近チェーンソーマンを見てて思ったんですけど、人が怖いと思えば思うほど強くなるっていうのと一緒で、もともと何もなかったとしても、みんながそのトンネルだったり病院を恐れる気持ちが大きくなればなるほど、それが霊を引き寄せたり怪奇現象となって現れたりするんじゃないかなと思いました。はい、かなりアニメ漫画に釣られている考察です。では次、ペンネーム青山テリアさん。専門学校時代の夏にちょうど怖い話をいろいろしていた時のことです。専門学校があった都内某所に誰が住んでいるかわからない一軒家があり、いつその家が建っている道を通っても明かりすらついておらず、その家の周りには他の民家が全くない、本当にポツンと一軒だけあるような少し不気味な雰囲気がありました。妙にその話が気になって、当時の霊的なものが見えるらしい同級生に家のことを聞いてみると、その同級生は今まで話をしていた時とは表情が暗くなって重い口を開きました。その家は周りが再開発されているにもかかわらず取り壊しができない家だそうで、新しく道路を作るときや土地の開発をするとき、取り壊しをしようとしてもことあるごとにトラブルに見舞われたという、いわゆるいわくつきの一軒家なんだそう。ある時は家に入った人が途端に体調を崩したり、機材が故障したり、挙句の果てには怪我人が続出したため、取り壊し業者がその家を怖がってしまい、作業が進まなくなってしまったそうです。幸い死者までは出なかったそうですが、ある時からその家は呪われているのではないかと噂
ることですが、安易に近づかないようにしてくださいね。では次、ペンネームなしウォーターさん。私がまだ若かった頃、団地で暮らしていたので、同世代の小学生とかが集まって遊んだりするのが日常でした。いつも裏にある林で遊ぶのがお決まりで、学校から帰ってきたらカバンだけ置いて遊びに行くというルーティーンでした。その日も男女合わせて8人で林の中に行って遊んでいました。追いかけっこしたりおままごとしたりみたいにしていたら、一人の男の子が30センチ四方くらいの石みたいなものを持ってきてみんなに見せてきました。その男の子はどうやらその石をすごく気に入ったようで、遊んでいる最中もずっとその石を持って遊んでいました。帰る時間になってみんなでぞろぞろ帰っている最中も、男の子はその石を持ったまま帰っていきました。私はなんで取りつかれたかのようにその石を持っているのか不思議でしたが、無事に帰りました。ただその夜、団地に大量の警察や消防が集まってきました。何事かと思い表に出て話を聞いてゾッとしました。石を持って帰っていった男の子は言っても悪ガキですから、その石を団地の屋上から落とそうと思っていたそうです。屋上まで上がっていって、フェンスみたいなところから体を乗り出して落とそうとしている時に、それに気づいたおじさんが、待て、やめろと止めました。男の子はそこで、怒られたと思ってやめました。じゃあなんで警察とかが来たのって話になるんですが、ずっと石だと思っていたのは不発弾でした。おじさんも不発弾と分かって止めたのではなく、子供が悪さしようとしてるから止めて、それがたまたま爆弾だったのです。止めていなかったら団地一帯すべてなくなっていたかもしれません。はい、ラジウォーターさん、ありがとうございました。なんでしょうね、取りつかれたようにってあるので、戦時中に爆弾を持って戦っていた兵士の怨念とかが関係しているんですかね。どうなんだろう。除霊タイム入れようかと思ったんですけど、暑すぎるのでうちはタイム。皆さんも涼しくなーれ、涼しくなーれ。はい、ペンネームドスーさん。お
の僕が小さい頃におじいちゃんから聞いた話です。その昔、沖縄では日本軍対アメリカ軍の激しい地上戦があり、当時10歳だったおじいちゃんも死に物狂いで生き延びたそうです。おじいちゃんたちは家族で家を離れ、ホラー穴で生活をして戦闘に巻き込まれないようにしていました。徐々に激しくなる銃声と爆撃に怯えながら半年経った頃、ついに食料が尽きてしまいました。ホラー穴を出て家の裏の畑まで行けばさつまいもがあるはずと考えたおじいちゃんは、父親と2人でそこに向かったそうです。戦闘が少し落ち着く夜中に出発した2人は、お目当てのさつまいもを手に入れて、夜が明ける前にホラー穴に帰ろうとしました。すると、その帰り道でお隣さんと半年ぶりに再会したそうです。つい半年前まではほとんど毎日顔を合わせていたお隣さんに会えたことで、懐かしさや変わり果ててしまった生活への悲しさで胸がいっぱいになって、おじいちゃんは涙が止まらなかったらしいです。少し話した後、お隣さんは海の方へ向かい、おじいちゃんたち2人はホラー穴の方へ歩き始めました。歩き出して少し経つと、父親はおじいちゃんにこう言ったらしいです。しまった。お隣さんを殺すべきだった。おじいちゃんは驚いて父親にどうしてそんなことを言うのか聞きました。すると、怯えながらこう答えたそうです。ホラー穴の方に歩いていくのを見られてしまった。あの人がもしアメリカ軍のスパイだったら、ホラー穴に隠れていることをバラされて、俺ら家族は殺されてしまう。ああ、殺せばよかった。お隣さんは農家なので、アメリカ軍とのつながりなんてあるはずもなく、冷静に考えればわかるはずですが、父親の立場を考えると、おじいちゃんは何も言えなかったそうです。戦争が始まって家を失い、仕事も失って、家族すら失ってしまいそうな状況が半年も続いている。それでも家族の前では父親であり続けなければならないという重圧が、父親から人間味すら奪った瞬間でした。お化けは出てこない話ですが、昔聞いてすごく怖かったので投稿します。トセさん、ありがとうございました。怪談 ASMR ということで、幽霊系のお話がすごく多かったんですけれども、戦争の中で人間味が失われていく様子、言動がすごく怖かったです。こういう怖い状態が半年間も続いているなんて、正気じゃいられないって思うけど、実際に過去にあった歴史だと思うと、なんだか言葉では言い表せない恐怖がありますね。
さんの会談があって本当に読んでいて楽しかったです。去年の動画に引き続き最後はルナ氏のちょっと怖い、ちょっとだけ怖かったなっていうシンプルなお話をしたいと思います。昨年は自分の玄関の前に知らない女性がいてお風呂を貸したっていうね、ちょっとよくわからんエピソードでした。気になる方は去年の動画を確認してみてください。で、今年はすごく短くシンプルです。丸なし結構何回も引っ越しをするのが好きというか好きで繰り返しいろいろと引っ越ししてます。で、引っ越しするときって郵便物の移転手続きみたいなのをするじゃないですか。自分へのお手紙が以前住んでいたところに届いてしまったら1年以内は新しい住所の方に届けてくれるという手続きですね。前に引っ越しした時も同じように転居届を郵便局に出してこれで OK と思っていたら、後日郵便局の方から私に電話が来ました。郵便局の方が確認で、ルナさんの新しい住所は〇〇〇〇でお間違いないですかと聞いてきました。間違いないですと言ったら、同棲されるんですかと聞かれました。2、3秒間くらい言葉を失って、一人暮らしですよと言ったら、郵便局の方が、あれ、今もそこに人住んでいませんか？前の住所の方は新しい住所に変わったのに郵便の転居届をしてないんですかねと不思議そうに言っていました。単純に前に住んでいた人が郵便の転居手続きをまだやっていない、忘れていただけなのかなと思いましたが、ちょっと怖くなって家の隅々まで確認して人が実は住んでいたりしないか探したのが怖い思い出です。ルナ氏は幸いにも事故物件に住んだことはないと思っていますが、単純に告知義務が過ぎているだけで案外事故物件だったところもあったかもなぁと今振り返ると思いますね。人によって事故物件に住んでもあんまり気にならないし影響ない人もいると思いますけど、私は霊とか信じちゃうタイプなので、事故物件に住んじゃうとすごく自分の人生に影響が来るんじゃないかなと思っていま
さん、悪霊退散、悪霊退散、悪霊退散。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。今回怪談の募集した時に投稿してくれた皆さん、ありがとうございました。どれもすごく読み応えがあって、夜中に読みながらゾワゾワゾクゾクゾワゾワゾクゾクしながら楽しませていただきました。また、ルナ氏自身こういう怖い話が好きなので、またできたらいいなと